神奈川県横須賀市の京急安神塚駅から田浦駅方面に向かう電車に乗っております。横須賀ダンジョンです。駅を出てしばらくすると線路沿いに小さい住宅区画があるんですけれども、そういえばこの町は今まで一度も歩いたことがないなと思いやってきました。ちょっと上からよいしょ様子を見てみましょう。安神塚駅から最初のトンネルに入るまでの区間は約380メートルだそうですが、その線路の周りにある町が長浦町の4丁目です。今日歩く町ですね。丘の上には13峠という古くからの峠道があるんですけれども、こちら側からは4丁目に入れないそうです。今赤い矢印が点滅している駅側の路地からしかこの町に入ることはできないそうですね。周りはかなり高い丘が囲んでいますが、まずは一旦安神塚駅まで戻ってこの線路沿いの住宅区画に入っていこうと思います。上から見るとそれほど複雑な形の街ではないんですけどもね、ひとまず駅前に着地して長浦町の4丁目の路地に向かってよいしょ歩き始めましょう。京急安神塚駅は京急線の駅の中でも1、2を争う利用者の少ない駅ということですね。1日の利用者4000人ちょっとということです。ただ近くには横須賀港もありますし、こちらの道右手に曲がった先に横須賀港があって、さらに道をまっすぐ3、4分進むと国道16号線があります。その先には JR の線路も通っているので、決して交通の便が悪いわけではないと思うんですよね。利用者が少ないのは、おそらくこの辺りの地形によるところが大きいんだと思います。周りをぐるっと高い丘に囲まれていますから、でなおかつ古くからの街なので道も狭いので、もしかしたら今の現代の暮らし向きには向かない土地なのかもしれないですね。で昔懐かしい電話ボックスがあるこの角からしか4丁目には入れないということですので、この路地を抜けて4丁目の奥の方まで入っていきましょう。路地の手前にはこの先道幅狭しという注意書きもありましたが、右手側高い石垣になっていますね。このすぐ上は高い丘になっていますけれども、丘の向こう側が横須賀港田浦方面です。もともと大正時代に、田浦が軍用地として買収されたので、もともとそこに住んでいた人たちがこの辺りに移り住んだというのが町の初期の始まりということなんですけれども、住宅が増え始めたのは大正から昭和にかけてでしょうかね。ただ改めて周りを見るとこの辺りは現代的な新しい住宅が多いかなという印象です。この辺りはまだ谷の入り口付近ですね。特に左手線路が入っているので比較的平地になっています。新しい住宅が多いですね。右手側は結構急な崖になっていますから、古くからのお宅もたくさんあるんじゃないのかなというふうに思います。正面のお宅はあれですね、テラスが出っ張ってるタイプの住宅ですね。こういった斜面を活用した住宅もこの辺りたくさん作られていますね。結構幅の広い階段とか、あと、高い石垣など横須賀の昭和の中期ぐらいの特徴的な住宅が結構並んでいますね。道幅が狭いですね。自転車は通れますが車がすれ違うのは難しい道幅だと思います。右手側は斜面の上の方の住宅に上がる階段がありますね。こちらも白くなられた階段、個人宅に入る階段だと思いますが、こちらは今は使われていないのかな。ちょっと古い階段もちらほら目立ちますね。右手側には頑丈そうな柱が立っていますけれども、これは何だ？
これは住宅の基礎か。斜面の、土地をかなりアグレッシブに住宅地として活用していますな、この辺り。その隣には幅の広い階段がありますね。この右手側も個人宅に上がっていく古くからの階段でしょうかね。右手側は斜面になっているのでたくさん階段が作られていますね。ただ山が近いということで緑が多いですね。すごく自然に囲まれた住宅地という感じがします。さっきからずっと遠くで鳥がさえずっていますね。そんなに駅から離れてはいないんですけれども、ものすごいのどかな雰囲気がしますね。なんか急に田舎に来た感じがしますね。この右手側は、急斜面ですけれども、コンクリートで固められることなく斜面がそのまま残っていますね。この上のお宅は今もお住まいなのかな。休憩者地の看板が出ていましたが、数軒のお宅があって、そのすぐ上、右手側はずっと森が続いているようですね。で、右手側に古そうな階段がありますが、多分この階段を登ると先ほどの住宅に上がっていけるんでしょうね。かなり手すりが錆びついている古そうな階段でした。で、やっぱり線路沿いの住宅地ですから、定期的に電車の音が聞こえてきますね。今も電車が通り過ぎていたようですが、徐々に正面線路が見えてきました。この辺りからだいぶ道が開けてきましたね。なかなかいい景色ですね。道から一段低くなったところに線路が通っているようです。この正面のトンネルを抜けると、その先が京急の田浦駅になりますね。で、後ろが安心塚駅です。安心塚駅のそのさらに先はすぐにトンネルになりますから、この正面のトンネルから安心塚駅の向こう側のトンネルまでは約距離が400メートルくらいかな。比較的短い区間になりますかね。で、線路を渡る橋が見えてきましたね。小さい橋ですけれども、この橋は今工事をやっているのかな。橋脚の工事でしょうかね。工事の囲いがしておりますが、下には線路が2本通っています。普通電車はすれ違えるけれども、急行電車はすれ違えないというような区間ですね。向こうの山綺麗だな。はい。田舎の景色になってきましたね。で、看板がありますが、橋の補修工事ということですね。正面から車が来たのでちょっと避けます。はい。看板によると、今年の10月までこの橋は補修工事をしているということですが、車の幅ギリギリの道なので、ちょっと今、手すりの、ガードレールにはっついて車の交通を避けました。本当に道幅ギリギリですね、車の幅が。なかなか運転は大変なのかもしれないですな。はい。で、柵の向こうには田浦駅まで続くトンネルが通っていますね。で、橋を渡ってさらにその先の谷の奥の方まで行こうと思います。橋を渡ると先ほどにも増して街並みがのどかになってきましたね。いい景色ですな。この辺り緑が豊かですね。山の上の方までずっと森になっています。森のすぐ上が13峠だと思うんですけれども、地図を見る限り峠まで続いている道はなさそうですね。完全に谷底で道が途切れています。
ただ昔の航空写真を見ると、昔はこの上の森はなかったんですよね。木が全く生えていなくて、多分農地の利用をされていたのか、あるいは何か戦争の空襲を警戒してなのか、森が全然なかったので、木がうっそうと茂ったのは戦後になってからだと思います。昔は上の峠まで上がるのは木がなかったので、そんなに難しくなかったと思うんですけどね。今はかなり森があるので、上まで上がるのは難しそうですね。この先は行けるのかな。この正面の草が生えている土地は段々になっているので、もしかしたら畑があったのか住宅があったのか、したんでしょうね。右手側には木造の住宅がありますけれども、空き家っぽいですね。その上にはちょっと綺麗な住宅がありますが、これも木造住宅を外壁だけ綺麗にした感じの住宅ですかね。ただ今は空き家のようです。そしてこの先、上の峠まで頑張れば上がれるのかな、これ。ただやっぱり無理そうですよね。うっすらと道が見えているような気もするんですが、ここから先登るのはちょっと難しそうなので、一旦引き返しましょう。正面の山が綺麗ですな。何度も言いますけれどもね、いい景色ですね。このお花も綺麗に咲いておりますが、この左手側の階段は先まで行けそうですね。ちょっと行ってみましょう。かなり奥まで来ましたけれども、もうここまで来ると完全に歩行者専用ですね。バイクで入ってくるのもちょっと難しそうな道幅です。かなり古そうな手すりの欄干がずっと続いておりますが、この道ちょっと傾いてんな。左手の下の方はもともと水田だったんでしょうかね。何か農地の跡のような感じになっています。多分は今は草が生えているだけなんでしょうけどね。で、斜面の木がなかなかかっこいい感じに生えております。古そうな木が生えていて、道沿いにかなり野生のお花かな、手入れされているんでしょうかね。かなり綺麗に花が咲いております。この辺りはもう数軒のお宅に行く専用の道なんでしょうね。綺麗だな。春らしいですね。で、この先はもう行き止まりかな。正面の赤い葉っぱが綺麗ですけどね、ベニシタンかな。綺麗な庭木が植わっておりますが、この先はちょっと、こっちも木が生えてるな。こっちは柑橘系ですね。で、さらにその上は13峠があるかと思いますが、ここから先はちょっと行くのがはばかられるので、一旦ちょっと道を降りましょうか。一旦降りていきましょうが、上から眺めるとやっぱり綺麗な土地ですね。さっきからずっと遠くで鳥が鳴いております。のどかな景色ですね。で、この一段低くなったもともと農地だったっぽい広場の向こう側にも道がありますので、ぐるっと回ってあちら側に行ってみましょう。周りをぐるっと一周山に囲まれた本当に谷間の町ですね。町というか谷間の集落といった方がふさわしいのかもしれない。いろんな鳥が鳴いておりますな。で、正面の右手の方には遠くに大きいマンションが見えますね。あれは安神台のマンションかな。長浦町1丁目の丘の上にあるマンションが見えますね。1丁目の方は結構大きい建物がたくさん建てられて、丘の上も開発はされているんですけれども、こちら側4丁目の方もあまり開発されていなかったんですね。かなり昔のまま、昭和のまま手つかずで残っている感じがします。
この辺りの山の上には畑がたくさん残っていて、山頂あたり、1丁目の方は山頂がマンションで開発されたと思うんですけどね、この辺りは畑がそのまま残っています。ここの赤い葉っぱも綺麗ですな。はい。で、谷間のさっきの入り口まで戻ってきたので、今度はこちらの道を通って、さっきとは反対側の道に入っていきましょう。この右手は川になってるのかな。山の水が多分ここに流れ込む水路になっていますね。左側は土止めがしてあって、鉄筋とコンクリートの壁で崖崩れ防止の囲いがずっと向こうの方まで続いていますね。正面にある小さい建物はなんか農具をしまっとく小屋ですかね。小さいので住宅ではないと思いますけれども、小さな小屋があります。で、この周辺平地が取り囲んでますね。もともとは水田だったのかな。平らにならされた土地が広がっていますね。今は草むらになっていますが、もともとは多分農地だったと思うんですけれどもね。そして、その向こうには大きめの住宅が建てられていますね。右手側、こちら側の斜面も綺麗ですね。この正面の上が13峠だと思うんですけれどもね、かなり綺麗な丘がずっと広がっています。さらに奥まで進みましょう。この辺りのお宅は結構大きいですね。多分新しいものでも80年代ぐらいの建築だと思うんですけれども、比較的大きいお宅が多い印象です。谷間の入り口にあったお宅よりはやっぱり年代的に古そうですね。建物は更新されずに古いものがそのまま残っている感じなんじゃないかなと思います。かなり奥の方まで来ましたね。向こうの竹やぶは整理がされてすごく綺麗に手入れがされていますね。右手のお宅は屋根のヤギアンテナが倒れているので多分空き家かな。で、足元に綺麗な花が咲いていますが、花を踏まないようにもうちょっと奥まで行ってみましょうかね。この先の竹やぶはかなり手つかずで竹が倒れてますね。この先はもともと農地だったのかな、家があったのかな。ただもうここが谷の一番奥ですね。山の水が流れる水路だけが続いていますが、ちょっと道はもうここから先ないようなので、ここから戻りましょう。ちょっと引き返そうと思います。先ほどから歩いてきたこの長浦町4丁目、谷の入り口あたりは戦前から住宅が結構たくさんあったと思うんですけれども、今いる谷の奥の方は戦前は農地利用が多かったと思うので、それほど住宅はなかったと思うんですよね。戦後になってから数軒の住宅が建てられたようですけれども、ただその後本格的な宅地造成がされるわけでもなく、広い道路が引かれるわけでもなく、当時のままの風景がそのまま時間が止まったように残っている感じがしますかね。安心塚駅からだいたい400メートルぐらいでこの谷底だと思うんですけれども、駅からの距離を考えるとこの
時間が止まったような風景が駅のそばにあるというのはなんかすごい不思議な感じもしますし、今後開発されることもなくずっと手つかずのままなんだろうなっていうふうに思うとちょっと寂しい感じもしますけれどもね。まあ緑に囲まれていい景色なんですけれどもね。左上の方に、住宅がありますね。鉄塔の足元に1軒住宅がありますが、おそらくあの住宅も長浦4丁目だと思うんですけれども、あそこは、峠道からしか行けない住宅ですよね、多分。同じ4丁目でも、道がつながっていない場所もあるので、郵便の仕分けとか大変そうですね。なんかいらん心配ですけれども、谷の上にもちらほらと住宅が建てられているようです。この辺り、下の方まで降りてくるとたくさん車が止まっていますね。この辺り、さすがに軽自動車ですけれども、この辺のお宅は車移動なんでしょうな、おそらく。駐車場に井戸がありますね。この井戸はまだ今も使っているようですね。電動の組み上げなのかな、これは。今も使われているような井戸がありましたけれども。はい。で、正面には先ほど渡ってきた線路の橋が見えてきましたね。水中の橋が見えてきましたので、こっちから見ると向こうの森も結構、木がたくさん生えてますね。正面は竹やぶですかな。で、さっきは向こうの道から橋を渡ってきましたので、今度は、こちら側、こちらの道を通って安心塚駅の方に向かって歩いていこうと思います。この辺りも道が結構狭いですけど、車はたくさん止まっていますね。皆さん車移動なんでしょうかね。線路沿いに3階建ての立派な建物があります。で、電車の音が聞こえてきましたね。駅からも来ますね。いいですね。山の線路に電車が走る姿はかっこいいですね。そして右手側はちょっと変わった形のお宅がありますな。空き家かな。その隣の集合住宅かな。こちらはかなり新しいですね。まだ建って間もない感じがします。線路の向こう側にも大きい住宅がありますが、かなり線路ギリギリに住宅建てられていますね。手すりのついた住宅がありますな。右手側の山、こちら側はさっき Google Earth で見ると、この上にも畑があったんですけどね、こちらの山もかなり綺麗ですね。で、今のお宅はお花も綺麗でしたな。この線路沿いのお宅は結構昭和の感じの住宅がたくさん残っていますね。新しいお宅もありますけれども、昭和50年代ぐらいのお宅がちらほらと今も残っているようです。古い2階建てのお宅とかが結構目立ちますかね。線路の向こう側にも新しい、アパートですかね。いくつかありますけれども、この辺賃貸物件が結構あるんですかね。考えてみれば駅から徒歩5分10分ぐらいですからね。それもこっちは空き家か。駅から徒歩5分ぐらいですから交通の便もいいですし、静かに暮らしたい方などにはいいかもしれないですね。ここから長浦小学校まで徒歩10分ぐらいかな。駅のそばにはスーパーもありますから、ライフスタイルにもよりますけど、それほど言うほど不便ではないのかもしれないですね。この先はなんかちょっと行けそうな気もするけど、ここから先に進むのはちょっとはばかられるので踏切を渡ろうと思います。
ここのすぐ、ここから数十メートルで、安神塚駅ですね。向こうの山に入る線路がいいですね。線路がかっこいいですな。この辺りぐるーっと周りを山が囲んでいますけどもね。で、この道はあれですね、踏切もそうですけど車が通れない道ですね。結構線路沿いのお宅、車がたくさん止まってましたけど、あの車は修理中の橋の方まで回っていかないと谷の外には出れないんですな。かなり大回りになりますね。そうしましたらで、ちょっとぐるっと回ってさっきの白く塗られた階段のお宅まで戻ってきましたね。線路の周りを一周してきた感じになりますかね。じゃあここから谷の出口に向かって歩いていきましょう。この右手には今入居者募集って書いてありましたから、このお宅、平屋のお宅は賃貸で出てるのかな。ここら辺の住宅は結構密集していますが、開けた場所なので日当たりもいいですね。横須賀の昭和ぐらいに結構住宅が増えた街の感じがしますね。かなり、住宅は密集していますけれども日当たりが良さそうで、新しい住宅もちらほらといった感じでしょうか。かなり出口の付近まで来ると、冒頭は気づかなかったですけど結構広めの駐車場もありますね。この辺りは谷の左手上の方には古そうな平屋があります。でその上はかなり木が生い茂っておりますね。今もお住まいなのかな、上の住宅は。もうほぼ谷間の出口まで歩いてきましたが、左手にはゴミの集積場がありますね。今正面が谷の入り口、さっきの電話ボックスのところまで来ましたが、最後にじゃあここの階段を上がってみましょうかね。多分この右手の階段を上がると先ほどの上に見えた平屋のお宅までつながってると思うんですけど、今はもう使われてないのかな。かなり草が生えてますね。その向こうには2階建ての綺麗なお宅があって、左手はかなり門がしっかりしたお宅ですね。この谷間の入り口付近の区画はかなり古くからの街の感じがしますね。石垣も古そうですし、左手の手すりはかなり新しく作り変えられていますけれども、道の感じはかなり古そうですな。そしてこの先は行き止まりかな。左にはかなり高くなった段差になってますけれども、でこの辺は手すりがない分ちょっと危険ですけどね、開けた感じがします。でこの先は多分行き止まりなので、今日はこの辺りまでにしておきましょう。向こうの丘の上には安神台の大きなマンション群が見えておりますが、今日はここまでということで、丘の上のマンション1棟分ぐらいですよね、今日歩いた区画の住宅数。それを考えるとなんかちょっと不思議な感じもしますけれどもね。はい、ということで今日は京急線の安神塚駅からトンネルに入るまでのこちらの区画を歩いてみましたが、いかがだったでしょうか。ここ1年ぐらい横須賀の路地結構いろいろ歩いてきたんですけれども、この区画は初めてということで、まだまだ知らない路地があるもんだなというふうに思いました。それでは最後に田浦方面に向かうこちらのトンネルに突っ込んで終わりにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。